皆さんこんにちは、ベースの堀井です。今日は僕のお気に入りの、こちらのカラの U ベースを紹介したいと思います。ショートスケールベース、ウクレレベースというカテゴリーではあるんですけれども、これものすごいウッドベースのような、音がします。というのも、すごいピックアップ、プリアンプもすごくいいものを使ってて、この見た目からではちょっと想像ができない、びっくりするぐらいの低音を出すことができる。僕の、実際に自分の仲間、友達だったりとかも、この、U ベース気に入って使ってる人ももちろんいっぱいいますし、実際に僕もレコーディングとかライブの現場でも、使わせていただいてます。で、今日は、これの他に、2種類、他の、ラインナップも持ってきているので、こちらも紹介したいと思います。この U ベースにはですね、大きく分けて2つ、種類というか、ありまして、まずこのゴム弦の、弦を使ったモデルと、今僕がここに持ってますスチール弦、鉄の弦を使ったモデルのこの2つがあって、僕が普段使っているのはこのスチール弦を貼ってあるモデルを普段使っています。まずこれパシフィックウォールナットっていう木を使われているらしいでございます。U ベース PWFS っていうモデルですね。とにかく、音が太いっていうのが僕の中では一番いいなと思っていて、この、ゴム弦と違ってこっちのモデルの、弦にはこの芯線って言われるこの中に弦がこう巻かれてるんですけど、その中が、ナイロン弦になっていて、それの周りにこの金属の、ラウンドというものがこう巻かれている状態。つまりその普段のこの普通のエレキベースの弦とは違って、中がやっぱりナイロンでできている分すごく柔らかくて簡単に音が出て楽に弾くことができるっていうのはすごくいいところだなと思っております。この中のこのプリアンプもすごいよくできていて、ベーストレブルミドルっていう形でこう EQ イコライザーがついてるんですけれども、もちろんチューナーもついてます。ピエゾピックアップっていって、ここにこの弦の振動をこう直接拾ってそれを増幅させるこのピエゾピックアップというのが入ってるんですけれども、それも非常によくできていて、その弾いた時のニュアンスがとってもよく、表現されます。例えば、今 EQ フラットの状態なんですけれども、まずちょっとここで弾いてみます。これに EQ をするとこの EQ もとってもよく効くようになっていて、例えばベースをちょっとこうブースト4割ぐらいですかね、ブーストして逆にこのハイの部分を少しこう削ってあげると柔らかく太く、音かなり変化します。もうちょっとブーストします。で、僕はねこの楽器で一番有効だなというふうに思っている、奏法としてはこのサムミュートのこの弾き方っていうのがあるんですけれども、普段2フィンガーでこう2フィンガーで弾くんですけど、それをですねサムミュートで弾くとまさにウッドベースのような音が出ます。はい、このピックアップが多分すごくよくできていて、サムミュートに対してすごくこう反応がよく太くなってくれるので、これすっごい重宝しているうちの一つです。はい、でもう一つの特徴としてやっぱりゴム弦に比べてピッチがいいです。ゴム弦にもそのピッチのこの甘さっていうところのいいところもフレットレスみたいな感じの音がしていい部分もあるんですけれども、どうしてもこうピッチがちょっとチューニングが合ってないなっていうふうに思う時でもですね、やっぱり
このモデルだとこのチューニングがやっぱり安定しているので、乗り換えてもですね違和感なく使えるっていう、このピッチがいいっていうのも一つ特化している部分であるなというふうに思っています。実際に、これ僕非常に気に入っていて、現場に行く時に、ちっちゃくて持ち運びやすいというのもあって、いつもこう相棒みたいにいろんなところに持っていくんですけれども、もちろん僕ウッドベースを弾くこともあって、ウッドベースじゃなくてちょっとこれでやってもいいとかって言ったりとかして、最初みんなこうこれでとかって驚くんですけれども、実際に音出して聞いてみると、皆さんすごいこう、なんでそんなちっちゃい個体からもうむしろウッドベースより太いんじゃないかぐらいの低音が出ることにすごい驚かれます。この意外性なずぶとい音が出ることにみんな驚いてて、むしろこれをちょっと使ってライブこの曲やってくれっていうこともあるぐらい、現場では実際に、本番で使うこともあります。はい、普段は僕このモデルを使ってるんですけれども、こっちのゴム弦のモデル、これもとってもいい音がします。ちょっと今切り替えてこっちのゴム弦のモデルも弾いてみたいと思います。ということでゴム弦弾いてみました。見た目から分かるんですけど、スチール弦よりだいぶ、弦が太いですね。このゴムっていうのもあって、よりウォームでよりムチっとしたより、ウッドベースの感じに近いかなって、むしろフレットレスベースみたいなそういうニュアンスも出るかなっていうふうには思います。これでね、意外とルーツミュージック的なファンクとかをやってこのベースでブリブリ言わせてみると非常に楽しいんじゃないかなというふうに思っています。で、これと、また他に今度はこの、エレキベースをちっちゃくしたようなねモデルもあります。ちょっとこれも弾いてみたいと思います。はい。お次はこのソリッドモデルです。エレキベースをねそのままちっちゃくしたようなすごい可愛いモデルですけれども、これはエレキベースと同じようにピックアップがついています。同じエレキベースと同じような、弦が貼ってあります。ということでこのサイズ感、僕小学校4年生の時に楽器を始めてエレキベースを始めて、その時にこの自分のね体のサイズに合った楽器ってなかなか探すのが大変だったんですけれども、これからベースやってみたいなっていうふうに思っているお子さんとかいたらね、すごくベストなサイズ感だと思います。でネックがねすごくしっかりできてるので、将来的に、普通のベースエレキベースをこの持ち替えた時にも、違和感がなく、ちょっと練習はね必要かもしれない、慣れは必要かもしれないですけれども、十分これで、練習にもなりますし、もちろんライブでも抜群にいい音してくれると思います。ちょっとこれをね、最後弾いてみようと思います。